した。敵僕の民はその姿恐れ必死に命乞いをする。しかしその願いを彼が聞き入れることは決してない。女の泣き殻が抱えた無邪気に微笑む赤子。彼は冷たい目のまま剣を振り上げた。英雄の呪いは常に赤く、それは人々の命の色。誰かのためのこの糸としてもそれを正義と呼べるのだ。それから5年の月日が流れ、戦は今日も続く。岸を借りずる前で待つのは一人の可憐な少女。あの時彼女の服に縫われた大手の門に気づいた。手元に置いておけばいつか人質くらいにはなるだろう。おかえり父さんと微笑む無邪気で愚かな娘。お前の親を殺したのはこの俺だというのに。英雄の呪いは常に赤く、それはきっと誰の野心と同じよ。誰かのためのこの糸としてもそれを正義と呼べるのだ。戦場には様々なものが飛び交っている。勝利敗北憎しみ時の運、そして裏切り。気がつけば騎士は大勢の敵に囲まれていた。彼らがただの兵士でないことは明らかだった。おとなしく娘を差し出せと迫る苦の装束のようだ。従えばおそらく娘の命はないだろう。しかしそれは騎士にとって望むところだったはず。そのためにこの王を今まで立っていたのだから。剣を持ち騎士を守るように前に立った者がいた。震えてる小さな背中、それは幼い絵の子だった。哀れな娘よ、お前が父と慕う者は今まさにお前を売ろうとしてたというのに。騎士は娘の頭を優しく撫でた後、殺し屋に向かって剣を抜いた。